こんにちは、バーケンです。300km 離れた相続した土地でコンクリート柄を移動しています。瓦礫をドバッと落とすのはなぜなんでしょう。何回やってもドキドキ楽しいです。粉塵が舞い上がるのも快感です。これは YouTube 初期の動画です。この場所は相続時点でこんな状況で絶望的な状況でした。近くに住んでいてユンボを持っていれば全部自分でできた内容でしたが、お金でかなりの部分を解決しました。この辺りのコンクリートを壊して今回運んでいます。私は DIY 初心者で土木作業の経験もありませんでした。この土地を相続してしまったので片付けて元の水田に戻し、いずれは手放したいです。ここで父はダチョウを飼育していました。飼育するのは自由ですが、遊び終わったらおもちゃを片付けて欲しかったです。何回か過去動画で紹介している父の大親友泥山さんです。泥は泥棒の泥です。でもたくさん助けてもらいました。泥棒ではありません。泥山さんの方が私よりこの土地に詳しいので、この土地に何か埋まっているのか埋まっていないのか聞いています。聞けることは泥山さんが生きているうちに聞いておかないといけません。私は父と離れて暮らしていて、相続なんてする気がなかったので、父が何をしていたかなんて知らなかったんです。泥山さんにお別れして作業に戻ります。ユンボは力を使わないので本当に楽です。動画はないのですが、別の日に半分のコンクリート柄を実家に移動済みです。その時は手作業と一輪車と軽トラックでやりました。軽トラックで4往復しました。赤い丸の部分に土のう袋を2、30袋移動しました。この動画は瓦礫を移動するだけではなく、後半には面白い埋蔵物が見つかりますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。さて、また瓦礫をドバーッと流します。一時的にここに移動しただけで根本的な解決にはなっていません。いずれ平日休みを取って業者に捨てに行かないとなりません。産業廃棄物収集運搬業の許可なんてないので、そもそも捨てさせてもらえるのか、結局業者に頼まなければならないのか不明です。いずれにせよここに瓦礫があると次の作業に移れません。次はこの場所に相続した砂山を運びます。ユンボとダンプがあっても私は素人です。本当にできるのか心配なんです。まだまだ困難が待ち構えていると思います。でもやるしかないのです。父の土地にゴミが埋まっているのは日常茶飯事です。ここは通称青地と言われる農地で、農業以外には使っていけない土地です。父は明らかに法律違反をしていました。農地法違反でしょうかね。また瓦礫をドバーッと流します。ボーナスタイムです。この動画を見て少しでも元気になってくれたら嬉しいな。
瓦礫がかなり減ってきました。もう少しで終わりそうですが、妻が何かあるので放ってほしいと言います。肝心なところが見えませんが、もうすぐ見えます。出てきたのは木柱です。土の土地は木柱だらけ。全部で20本くらいはこれまでに処理してきたと思います。棺桶の中に木柱を入れてあげればよかったくらいです。どこからこんなにたくさんの木柱を持ってくるのか謎のままです。誰か知りませんか？妻がチェーンを発見。お宝なんてあるはずないんです。ゴミしかないんです。妻が嬉しそうにふざけてますのでリプレイします。ちなみに普通速度で再生するとこんなに遅いです。この袋一つ 20kg くらいだと思います。ユンボに移動するだけなので多少は楽です。前回一輪車で移動した時は数日は筋肉痛でした。今回はそれほどでもないでしょう。これからユンボでチェーンを抜きます。
人間では抜けなかったのにユンボだと余裕です。さて、瓦礫を流してすっきりする時間ですが、その前に見てほしいものがあります。この土管です。業者が10万円で処理すると言って処理してくれなかったので、そのうち私がやります。今持っている道具ならなんとかなるでしょう。バーケンの辞書に不可能はないというのは言い過ぎでしょうか。あれれ、土のう袋がすでに置かれています。1回分のスッキリタイム動画が撮影されていませんでした。仕方がないので次のスッキリタイムを前借りします。袋に入っているとスッキリ度が半減しますね。まだまだ続きますが、今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。